記憶は思い出すたびに書き換えられる。あの時確かにそう言ったという確信、実は脳が作り出したストーリーかもしれない。今回はそんな話を解説します。あの日、確かにそう言った。あの時、こんなことがあった。私たちは自分の記憶を信頼します。でも神経科学は言います。記憶は録画テープではなく、毎回再構成されるストーリーだと。心理学者エリザベス・ロフタスは50年以上の研究で存在しない記憶を人工的に植え付けられること、質問の言葉一つで記憶が変わることを証明しました。この発見は世界中の司法制度を揺さぶり、無実の人が誤った記憶によって有罪になる事例を明らかにしました。覚える、忘れる、書き換わる、記憶の正体を追いかけていきましょう。記憶は一種類ではありません。脳には複数の保存場所があります。宣言的記憶は意識的に思い出せる記憶、昨日何を食べたかというエピソード記憶と、東京は日本の首都という意味記憶に分かれます。非宣言的記憶は意識せず使える記憶、自転車の乗り方、タイピング、手続き記憶がその代表です。なぜこの分類が重要かは、1953年のある症例が教えてくれます。転換治療のために海馬を両側摘出された患者がいました。術後、彼は新しい宣言的記憶を全く作れなくなりました。10分前に会った医師の顔を覚えられない。同じ本を毎日新鮮に読める。でも手続き記憶は正常に学習できた。この症例は記憶の種類ごとに脳の部位が異なることを証明し、神経科学史上最重要の発見の一つとなりました。記憶を作る中心的な器官は海馬、ヒッポキャンパスです。よく海馬は記憶の保存庫と言われますが、これは不正確。海馬は記憶のインデックスであり、転送装置です。新しい体験はまず海馬に一時保存されます。睡眠中、海馬はその情報を脳の各部位に再生転送します。これが繰り返されることで大脳皮質間の接続が強化され、最終的には海馬がなくても思い出せるようになります。海馬が傷つくと新しい記憶が作れなくなりますが、昔の記憶は皮質に分散して残るため失われにくい。2014年ノーベル賞を受賞した発見、場所細胞。海馬には特定の場所にいる時だけ発火するニューロンがあり、認知地図を作ります。この発見は記憶が単なる情報の蓄積ではなく、空間情報とも深く結びついていることを示しています。寝ると忘れる。これは大きな誤解です。睡眠こそが記憶を固定する最も重要な時間です。徐波睡眠中、海馬ではリップル波と呼ばれる神経活動が起き、昼間の経験を高速で大脳皮質に転送、再生しています。これは記憶のバックアップ処理。睡眠中に脳は一日の経験を整理し、重要な記憶を強化しています。マシュー・ウォーカーの研究によれば、24時間の睡眠不足後、海馬の新規記憶形成能力は最大 40% 低下します。徹夜での試験勉強が非効率な理由は、勉強量の問題ではありません。学習した後に睡眠を取らなければ、その記憶は固定されないのです。学習、睡眠、定着、このサイクルこそが脳の記憶固定のメカニズムです。睡眠と記憶の話は調べれば調べるほど、徹夜勉強の無意味さが科学的に証明されてて笑えてくるんですよね。学生時代成績優秀だった人たちは確かにちゃんと寝ていました。僕も早めに勉強してちゃんと寝ていたらもっと成績良かったのかな。後半は記憶が思い出すたびに書き換わる話と、擬記憶が誰にでも起きるという衝撃の話をします。なぜ私たちは忘れるのでしょうか。1885年、ヘルマン・エビングハウスが
忘却曲線を発見しました。学習直後から急速に忘却し、20分後に 42%、1日後に 74% が失われる。忘却は脳の失敗と思われがちですが、最新の神経科学では積極的なメンテナンス機能として理解されています。不要な情報を削除することで、重要な情報へのアクセスが効率化される。レム睡眠中に感情記憶の感情的強度が和らげられる。これは昨日の嫌な記憶を寝て忘れるという現象の神経科学的根拠です。そして2023年の研究では、グリア細胞が不要なシナプスを積極的に除去していることが明らかになりました。脳は記憶する装置ではなく、何を忘れるかを選択する装置でもあるのです。2000年、科学誌ネイチャーに衝撃の論文が掲載されました。カリル・ネイダーらの実験、ラットに恐怖記憶を作り、その記憶を呼び出した直後にタンパク質合成阻害薬を投与すると、恐怖記憶が消去されたのです。これが記憶の再固定化の発見。記憶は保存庫から取り出すたびに一時的に不安定な状態に戻ります。そこから数時間かけて再び固定化されます。この過程が再固定化です。つまり不安定化してから再び固定化されるまでの数時間。この限られた時間帯こそが再固定化の窓。この窓が開いている間だけ記憶は書き換え可能になるのです。これは何を意味するのか。あの時確かにそう言った。あの日こんな出来事があった。これらの記憶は思い出すたびに現在の感情、状況、新しい情報の影響を受け、少しずつ変化している可能性があるのです。この発見は PTSD 治療への応用も進んでいます。トラウマ記憶を想起しながら薬を投与することで、記憶の感情的強度だけを選択的に下げる研究が世界中で行われています。質問の言葉一つで存在しない記憶が生まれた。カリフォルニア大学の心理学者エリザベス・ロフタスの1974年の実験。交通事故の映像を見た後、車が激突した時スピードはと聞かれたグループは、ぶつかった時スピードはと聞かれたグループよりスピードを高く推測しました。さらに1週間後、ガラスが割れていましたかと問うと、衝突したかと尋ねたグループは、実際には割れていなかったのに割れていたと答える割合が高かった。質問の言葉一つで存在しなかった記憶が生まれたのです。ロフタスはさらに、幼少期にショッピングモールで迷子になったという虚偽のシナリオを家族から伝えると、被験者の約 25% がその記憶を詳細に思い出し始めることを示しました。記憶は録画テープではなく、思い出そうとするたびに更新されていく記録なのです。世界中の司法制度がこの研究に衝撃を受け、目撃証言への過信を見直すきっかけになりました。日本でも記憶の信頼性をめぐる議論は続いています。では、記憶を科学的に強化するにはどうすればいいか。世界で最も効果が証明された方法が3つあります。1つ目は感覚反復 Spaced Repetition。 エビングハウスの忘却曲線への最強の対抗策。忘れかけたタイミングで繰り返すことで、記憶の定着率が指数関数的に上がります。2つ目は検索練習 Testing Effect。 2006年のサイエンス誌に掲載されたロエディガーらの研究。同じ時間を再読に使うより早期練習、いわゆるテストに使う方が長期記憶定着率が 50% 以上高い。分かった気がすると実際に思い出せるは全く別物です。3つ目は睡眠の最適化。学習後の良質な6から8時間の睡眠が記憶固定化に最も大きな効果をもたらします。睡眠の質と量が記憶の定着を左右します。徹夜より学んで寝る。シンプルですが
科学が証明した事実です。記憶が書き換わる仕組みがあるということは、過去の辛い記憶を薄められたり、忘れられたりする装置なんかもいつかできるんですかね。記憶があなたを作り、あなたが記憶を作る。だとしたら、これから何をどう覚えていくかは、自分で選んでいけるのかもしれませんね。一つ聞かせてください。絶対に正確な記憶だと思っていたものが、実は違っていた。そんな経験ありますか？みんなが同じ勘違いをしている、いわゆるマンデラ効果みたいな経験談も大歓迎です。日本語でも英語でもコメントで教えてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。